プしながらまっすぐ飛ばしたいってことだよね。今上げすぎだけど左がペローンってめくれてくる分には問題ないんですよ、正面から見た時に割れてる、こうパーンって割れちゃう人は絶対入ってないんですよ。皆さんこんにちは、ひがです。萌えです。お願いします。はい、今日なんですけど、私も最近、飛距離アップの動画今までいっぱい出してきたと思うのね、私も個人的に飛距離伸ばしたいから、動画でやったことを取り入れて練習したりするんだけど、そこでまた一つ悩みが増えちゃってドライバー打つ時にもう右行ったり左行ったりみたいな、もう左右にずっとわーってなっちゃって安定しないのね。だからちょっとまっすぐ打てるようになるコツというか、そういうのがあったら教えてほしいなと思って。OK です、そうだね、飛距離アップしながらまっすぐ飛ばしたいってことだよね。そう要するに飛んで曲がらないみたいなね。ゴルファーのね、もう永遠の課題じゃないかなと思うぐらい難しいと思うんですけど、そもそも飛ぶっていうことに関しては練習ではマックスで振って自分のヘッドスピードの最高値をどんどん上げていくっていうのは大事なんだけど、コースでは実際そこでは振らないと思うので、マックス値の8割とか7割ぐらいで振ると安定はしてくるかなと思うんだけど、それでもね、やっぱ曲がる人に向けたちょっとレッスンを今日やろうかな。じゃあお願いします。いきます。はい。あ、来た。めっちゃ触れてるじゃないですか、一発目にしては。いいですよ。今日はこんな感じで荒ぶれちゃう。荒ぶれてる。うわ。オッケー。おお、いい球打ってますよ。これがずっと出たらいいよね。そうだね。この球打てると最高だね。常に。オッケー。はい、今萌えに何球か打ってもらったので、そのデータをどれぐらいブレているのかをちょっと見ていこうかなと思います。飛距離も含めて見ていこうかな。まず今1球最後めちゃくちゃいい球打ってくれたんですが、この1球182ヤード、平均今164ヤードなんですが、当たり悪いのも含めてですね。で、今日はトータルとトータルサイド、左右にトータルどこまでずれてるかなんですけど、この1球だと 0.6 左、めちゃくちゃいい球ですよ。これを常に打っていきたいっていうところなんだけど、どれぐらい萌えが今左右にブレてるかっていうと、平均15ヤードぐらい右にブレることが多いんですね。でプラス右下のプラマイ 39.5 っていうのが、0を起点にして左右に39ヤードぐらいやばいじゃん、荒ぶれて荒れてる状態なんで、ここがね安定してくるともっと距離も出てくると思うし、やっぱコースでもあまりこうガチガチにならずに振れるというか、なんか常にどこ行くんだろうなって思いながら振るの嫌じゃないですか。嫌だねドキドキしながらね左右 OB とかめっちゃプレッシャーかかったところでこそ球ってやっぱ曲がりやすいので、そういう時に今みたいに39ヤードぐらい、40ヤードですよね、40ヤード左右にブレるとちょっとやっぱ怖いなと思いますので、今日はそこをね見て最終的にどれぐらい安定してくれるのか見てみようかなと思います。ということでまずレッスン入っていくんですが、もう何回も私の動画では言ってるんですが、アドレスですね。アドレスよく言ってますね。やっぱ写真をね忘れてはいけませんので、皆さんアドレスちゃんと確認してください。まずフェース面ですね。ターゲット方向に対してフェースを合わせる。じゃあ次スイングに入っていくんですが、スイングに入る時に私はドライバーなんか特にそうだと思うんですけど、軸、このやっぱスイング中に軸がブレる人って、スイングが毎回バラバラになったりとか、再現性が低かったりとか、打点がねブレやすくなってしまうので、ドライバーは特にスイング軸を意識してほしいなと思うんですけど、やっぱり一番良くないのは体が突っ込むこと。突っ込んでしまった途端、球の捉え方もダウンブローに入ってしまうし、スイングプレーもブレやすくなっちゃうので、一番は突っ込まないことが重要。萌えの場合、右にプッシュ、
することがあるじゃん、1球目もそうだったんだけど、ヒューンって右に行くことが多いと思うんだけど、そういう人はどっちかというと萌えはちゃんとアッパーに打てる派だから、逆に右に残りすぎても良くないんですよ。体がバックスイング上げて、右に残りすぎてしまうと体が開きやすかったりとか、胸が上向いてそのままフェースまで右にプッシュ、向いてプッシュアウトしてしまうので、右に残りすぎも良くないし、逆に左に突っ込むっていうのも良くないので、絶対軸っていうのは意識してほしいんですけど、どこで意識するかっていうと、ポイントは足の裏、足裏でちゃんと自分の体重を感じられてるかどうか。あんまり多分意識したことない人が多いんじゃないかな足裏って。足裏のどこら辺なの？全部。もう全体で？全体でどこに重心バランスがかかってるかっていうのとか、ちゃんと地面を踏めてるかどうかっていうのは私は結構重要なんじゃないかなと思うんですけど、結構ねみんな体重移動っていうとここに乗ってとか、もちろん股関節に乗ってくるのは大事なんですけど、足裏がバックスイングの時にどこに重心が入ってるのかってあんまり意識しないと思うんですよ。バックスイングの時にじゃあどこに入ってくると思う？バックスイングちょっと一回やるどこに入ってんだろう。けど私、最近さ、これを間違ってんのかなと思ってることがあって、私結構つま先にさ、行っちゃってんのよ。スイング中にってこと？で、ちょっと後ろ足のつま先よりもうちょい後ろぐらいにして振ると、ある程度安定したようになるんだけど、スイング中につま先に入るっていうのはあんまりよろしくないですね。でもちろんアドレスの時って基本はちょっとこの母子球あたりに体重がちょっと最初前あたりにかかってて、さっき言ったバックスイングのポジションっていうのは、右のかかとに入ってくるんですよね。そうで、かかとにただ単にこうドンって入れるわけではなくて、もちろん回転の運動が入っているので、足裏っていうのはちょっとこうギュってニュってねじれてる感じが欲しい。で特に女性で多いのは足裏の粘りがなくて、ただただ腰回してるだけだと右足の裏がペロンってめくれたりとか、これだけでもパワーって逃げるし、軸がぶれやすくなっちゃうし。じゃあもう右足はちゃんとついてる状態だけど、かかとに足がいってる状態。そうです、重心がいってる。そうなんかイメージで分かりやすいのは、右のかかとの内側とこの外側のこの辺で体重がちょっと足裏がギュッてねじれて、ここで踏ん張ってる感じ。難しいと思うんだけど、一回やってみると分かるかもね。みんなもギュッてこうニュッて足が擬音でしか説明してないね。間違いなんていうの、こうねじれてる感じがあるんですよ。そう、これが足の指がちゃんと踏めてないとか、地面つかめてない人はこうなるし、逆に左のかかとがビューンって上がったりとかしてしまっても、足のねじれがなくて軸がぶれやすくなってしまうので、バックスイングは右のかかとにしっかり踏んでくる。そうするとね、勝手に右の股関節にね体重が乗ってくる感覚が分かるはずなんですよ。右ができたら次左の軸なんですけど、突っ込むのも良くないし、残りすぎも良くない。もちろん体重は左に移動してくるんですけど、体重移動だけでボールを飛ばすっていうよりかはちゃんと回転運動でボールを飛ばしていきたいので、右のかかとに入ったものっていうのは次左のかかとに次入ってくるんですね。でこの時にさっき萌が言ったつま先に体重がかかっちゃうっていうのは、こういうことで、ね、バックスイングから上げてつま先に踏み込んでしまうと、上体が今起き上がったじゃないですか。つま先に入ると体が浮いてフェースが開きやすかったりとかしますので、絶対右のかかとから次は左のかかとに入ってくるように。でこの時右足もちゃんと意識としてはあってほしいんですけど、右足がつま先、足指を全部使ってつま先にかけてしまうと、これも前傾して構えてる骨盤が前に出るとお尻が骨盤が後傾するから、これも起き上がりの原因の一つになっちゃうので、右足の使い方はこの足の内側ですね、こっちに対して体重が入ってくるように。小指側は使わないです。次はねじったものを次はこの右の親指あたりに踏んできてくれると、骨盤が
前に出ずに前傾キープしたまんま触れてくるようになってくるかなと思うので、これでなんかある程度の軸ブレは抑えられる。でプラス今下半身しか意識してないんですけど、上半身どうしても突っ込んじゃうよとか、残りすぎてしまうよっていう人は、意識としてまずは突っ込まないことが第一なので、ちょっとねポイントとしては構えたら腹筋を使うんですけど、お腹にちょっと力をグッて入れて、この腹圧を抜かないまま上半身を振ってきてもらえると、体の中心に力が入っている状態なので突っ込みにくくもなるし、傾きにくくもなるし、どっちかというと左右だけじゃなくてこの前後の動きも防げるので、力の入れるポイントだったりとか、なんかコメントにも聞いたじゃん、どこに力を入れて振るんですかみたいな。あったかも。あったよね、それはもちろん握力もある程度インパクトに対して入れていくのはもちろんなんですけど、手だけの力じゃなくてどっちかというとやっぱ下半身だったりとか腹筋の力っていうのがゴルフでは絶対必要なので、まずは足裏のこのね、自分の足裏バランスを感じてみるといいかなと思います。っていうところでちょっと難しいところではあるんですが、やってみましょうか。一級さ、ちょっとちゃんとしたの見たい。私がそうなんか、ちょっと最近私ばっかやってるから、確かに私をたまにはヒガプロのスイングを綺麗なスイングを見たい。超わがまま。じゃあ見せてあげましょう。じゃあちょっとビフォーから、まずは右足が力入らずにペロンってめくれてしまう人のスイングをいきましょう。プッシュ、これね、はい、こんな感じになってしまいますよと。じゃあ次、インパクトでつま先に入る人、やってみましょうか。いきます。うわ、OK。けどやっぱね、こんな感じですね。はい、すごく回りにくいね。つま先に入ると、回転はしてない感あるかも。伸び上がって球打ってるので、これでドローを打つっていうのはすごく難しい気がする。絶対だって伸び上がったら手元自体がこうやって上に上がってくるので、フェースって絶対右に向くし、これで捕まえようとすると手首めっちゃ使わなきゃ返ってこないと思うので、やっぱりかかとに入って回転の動きを入れるっていうのは大事かなと思いますので、じゃあいい時やってみましょうか。というところで前にやってもらいたいと思うんですが、ちょっと説明してみましょうか。今のじゃあなんだっけ、右足がペロンって、これも萌えと見るところは一緒なんですけども、トータルサイドですね、37ヤード右でございます。だいぶこれはもう完全 OB ですか？完全 OB ですね。もうこんなのはとか言っちゃうんですけど、でトータル230かなっていうところで、飛んではないですね。2個目、これがつま先に入った時ですね。これって割と私アマチュアの方はスイングとしてすごく見るスイングかなと思うんだけど、こうなってくると 14.7 右、でトータル228、あと距離が出てないですね。で距離が出てないのは、ヘッドスピードも回転入れられないから、ヘッドスピードも落ちてますし、やっぱ飛ばないかなと思います。これは飛んで曲がらないをかなわないですね。はい、最後私がこれが打ったやつなんですが、トータルサイド 4.9 でトータルが243ヤード。どうなんだろう、みんなの理想の、そんなに曲がらずに飛ばすっていう、これでいうトータルサイドっていうと、どんぐらいがでも例えばフェアウェイに落ちるとかだとどんぐらいなんだろう。そのコースのフェアウェイ幅にもよると思うんだけど、だいたいやっぱ15ヤードぐらいじゃない？横幅30ヤードぐらいだから、真ん中がセンターだとしたら、左右15ヤードずつぐらいはあると思うので、10以内に収められたらいいかな、いいかなと思います。飛んで曲がらない。あと一つ言うの忘れてた。あれですね、これとっても重要なんじゃないかなと思うんですけど、持ち球を決める。持ち球、そう、自分が打ちたい球を決めないといけないと思うんですよ。なんで私だったらドローヒッターなので、基本ドローで攻めることが多いんですけど、まっすぐ打つっていうのはなんかたまにいるんですよ。ストレートが打ちたいみたいな、無理
いや本当にストレートが打ちたいっていうのは、トッププロでも難しいんですよ。なんで本当にどっちかの持ち球っていうのを絶対持っとくべきだなと私は思うので、自分のスイングの癖だったりとかをこういうところで測って、どういう球が出やすいのかっていうのが分かってれば、ある程度心の安定にもつながりますし、なんでストレートを打ちたいっていうのはやめましょう。だから持ち球を利用してちゃんとまっすぐ飛ばすが正解。正解っていうか楽ですね。だってストレート打つってなってどっちに曲がるか分からないってことじゃないですか、自分の球がまっすぐ狙って左に曲がったらドロー、右に曲がったらフェードっていうのはすごく怖いなって私は思うんですね。なんで左に曲がるっていう保証があれば多少右狙えば戻ってきてくれるじゃないですか。なんで持ち球は絶対持ってた方がいいと思いますので、萌えもドローか、ドローどうなんだろう。基本萌えのスイングはインサイドアウトから入ってくるので基本ドローなんですけど、ドローヒッターの出やすいミスとしてはプッシュスライス出るじゃん。私チーピン低くピュンってなるじゃん。一緒です。なんでドローヒッターのそうやってミスの傾向も分かってくるのよ、自分の。この球が出るとかこういう球が出やすいっていうのも分かってれば対処できてくると思うので、持ち球を決めて皆さん打ってくださいね。はい、ということで萌えにやってもらいます。はい。じゃあバックスイング上げていきましょうか。この時ですね、右のかかと入ってますかね。入ってない。入ってない？もう一回いこうか。つま先に入っちゃうんだよな。ちょっとねねじってくるイメージを、足がギューって。こうか。わかんないでしょ、私見れないもん。そうだね。自分でしかわかんない。これは入ってる。でポイントとしてはここの右膝ですね。右膝が割れてないか、正面から見た時にこうパーンって割れちゃう人は絶対入ってないんですよ。ガニ股になっちゃうってこと？絶対良くないので、右はなるべく膝の高さ変えずに。いいじゃん、かっこいいじゃないですか。でそこからですよ、萌えの場合。そこから左のかかとに進んでくるプラス、前じゃなくて右はね横に倒すイメージですね。トップから OK、 ここからダウンスイング入って腰後ろこうだね。そうでインパクトこうなっちゃうよ。これはダメ？これ OK なんです。そうこれね、ここからダウンスイング入ってきて腰回してくるじゃん。左の今上げすぎだけど左がペローンってめくれてくる分には問題ないんですよ。これで悪いのがつま先に重心かけてでかかとがねこう回ると、ごめんね一回やるわ私がここからこれはつま先で回る人あるあるなんですけど、バックスイング上げてかかとに入ってきてつま先がめくれる分にはいいんですよ。でもつま先が止まってかかとが入る人がいるんですね。これは良くない。かかとが動かないようにだけ注意してもらえればいいですよ。右足ギューッとねじれてきてるイメージで左のかかとに踏んでくる。そうで右足はもっとこっちの足の内側からそういいね。そうやってみましょうか。じゃあ足裏意識してちょっと何球か打ってみましょうか。OK。曲がってます。ちょっと腹筋も力入れて、上下動なくしていきましょう。体の。OK。ちょっと当たり悪いね。悪い。やば、えぐいまっすぐやん。OK。ナイス。球低いけど、でも左右の振れ幅的にはだいぶ収まってきてるんじゃないかな。どう振ってて？なんかさ、一つ疑問なのは、この足裏を意識するとさ、足の裏にめっちゃさ、体重がすごい乗ってる感じがしちゃうのね。いいじゃないですか。それはいいの？いい。なんかすごい変な感じなんだけど、それが。重心がこう下にある感じってことだよね。なんかもうなんかすごい力が入ってんのが
意識しすぎて重たく感じるのか。でもそれってすごくいいと思います私は。なんか重心位置って基本的に構えてる時、軽く上体の力抜いて下半身の方が力入ってる状態で構えてほしいのね。こうじゃなくてちょっとやっぱ重心が下にある状態っていうのを分かっててほしくて、スイング中もこの重心位置が上に上がってはほしくないんですよ。このまま低いところで重心はキープしてた方が地面の力使えて振りやすいと思うから、こう下に重心がギューってかかってる状態っていうのはすごくいいと思います。一番地面に接してる部分って足裏なんで、やっぱりここがねぐらつくと重心がやっぱブレブレになっちゃう分、重心がブレたらフェース面も荒れてくると思うので、今の萌えの感覚っていうのは悪くないと思います。はい、ということでちょっとじゃあデータ説明しましょうか。ということで萌えにレッスンした後に何球か打っていただいたんですが、データをちょっと見比べていきます。まずですね、トータルサイドがさっき右に15ヤード行きやすかった萌えなんですが、今なんと 2.6 ヤードだいぶ減りましたね。減りました。でプラス、左右のブレのプラマイとしては今10ヤードぐらいなんで、さっき40までブレてたのが今プラマイ10ヤードなので、フェアウェイ幅には収まってるかなと思いますね。で距離なんですが、さっき平均164ぐらいだったんですよ。当たり悪いのも入れてなんですが、今の平均値が176ヤードまで上がってますので、左右のブレ幅が少なくなってくると、変なサイドスピンとかかからないので、距離も効率よく飛ばせてはくると思うんですね。で萌えの場合球が低い状態なので、ここはまた修正していくんですが、この足裏のバランスを意識するだけで軸がぶれないので、フェースがまっすぐに戻りやすかったりとか、打点がずれにくかったりとかしてくると、左右のブレ幅が収まってくるかなと思うので、飛ばしたいけど負けたくないって人は、ちょっと足裏の力も感じながらやってあげれるといいかなと思いますので、というところです。ありがとうございます。ありがとうございます。Eスイングにはスイング練習に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE から、正面と後方からの自分のスイングと、今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってみてください。それを見て私が1分間のレッスン動画を、送らせていただきます。ぜひ LINE 登録とスイング動画の方をお待ちしております。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。それでは次の動画でまたねー。